皆さんお元気でしょうか？スージーと申します。今回はからかい上手の元高木さん274話の感想を語っていこうと思います。よろしくお願いします。まさかの2週連続の究極の日常回でした。先週結構やばかったんですけど、今週はなんかそれをさらに上回ってきましたね。もうなんといっても元高木さんのおはようのあれですよね。もう最終回がよぎるぐらいやべえなと思ったんですね。今回もいろいろと感想を語っていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。さて、からかい上手の元高木さん274話は早起きでした。今回の稲葉先生のこの元高木さんの宣伝絵。いやーいいですね。早起きして、背伸びをして目を覚ます元高木さん。いやーもう元高木さんの寝起きですよ、寝起き。このパジャマ姿で髪の毛をね、下ろしてる元高木さんで、とっても色っぽいですね。はい。もう超絶美人さんですね。この高木さんの寝起きの姿から始まる宣伝絵なんですけども、早速本編へ。時間は朝。お父さんとちーちゃんはね、ベッドの上で気持ちよさそうに熟睡しております。そんな二人を見ながら、お母さんがいつもの T シャツとジーパンに着替えて、カーテンを開けて、窓から差し込む太陽のね、日差しを浴びるお母さん。このジーパンをね、ちょっと、持ち上げる仕草がね、とってもね、素晴らしいと思います。完全に趣味。そしてね、もう早速2ページ目ですよ、クライマックス。まだ熟睡しているお父さんとチーを見て、おはようってね、挨拶をする元高木さん。この髪をかき上げる仕草をしてるのもまたね、とっても美人さんですよね。で、おはようって言った後に、ちょっと間を置いて、と続けるんですよね。おはようの。もうこれ何するかって一つしかないじゃん。やばくないですか？ここね、もう小回りもね、とっても憎いんですよね、演出がね。いつも通りと言いますか、あえて見せない構図なんですよね。ここでお母さんがお父さんとチーに何をしてるかはね、もうみんなね、周知の事実だと思うんですけど、もう全高木さんファンが見たがっているシーンですよね。今までも何回か未遂的なね、シーンはあったと思うんですけど、描かれてはいないものの、がっつりとそういう描写を挟んできたのは、かなり珍しいパターンなんで、今回は数ある元高木さんの話でもだいぶ神回と言ってもね、差し支えないのではないでしょうか。とりあえず一旦置いておいて、次のコマではもうすでに場面が変わっております。洗面所で顔を洗って、さて、と気合を入れるお母さん。そしてちーちゃんもね、起きてきます。いい匂いにつられて台所に行くと、お母さんがすでに料理をね、始めております。いい匂いだなーって、おはようって挨拶をするちーちゃん。お母さんもおはようと答えます。もうすぐできるからと言ってね、ちーちゃんにお父さん起こしてきてってね、お願いするお母さん。ちーちゃんは早速お父さんを起こすために寝室へ向かうんですが、未だ熟睡しているお父さん。ちーちゃんはね、起こそうとして近寄るんですけど、そうするとお父さんがね、ちーちゃんをね、抱き枕みたいにね、もうボスッとね、引き寄せます。このお父さんの立派なたくましい腕。さすが体育教師。急に掴まれたちーちゃんですが、ちーちゃんもね、まんざらじゃないって顔をねして、ってね、喜びながらお父さんの腕の中で、すやー。完全にミイラ取りがミイラになっております。ちーちゃんかわいいなもう。二人して夢の中へ落ちていこうとするところなんですけども、台所から聞こえるジューというね、いい音、いい匂いにつられて、ちーちゃんがしっかり覚醒します。起きてーってね、お父さんの顔に対してダイレクトアタックをかます。ちーちゃん、笑う。面白いね。顔を攻撃されたらひとたまにもないですからね。お父さんもさすがに起きて、ガガガガと。まだまだ眠そうなお父さんですが、リビングへ行ってお母さんにおはようと挨拶をするね。対してお母さんもね、おはようってね、挨拶を返します。ほんとね、挨拶って大事よね。いくつになってもこうやって夫婦間、また家族間でね、おはようって挨拶し合える仲がね、本当にね、いいと思います。素晴らしいと思います。僕もそれは心がけてるんですけど、やっぱり年を重ねていっても、こういう素敵な関係でありたいなと思いますね、やっぱり。そして起こしたよーっていうね、ドヤ顔のちーちゃんに対してお母さんがちーちゃんに再度おはようってね、挨拶をします。固まるちーちゃん。さっきお父さんに釣られて夢の中に入っていったことがね、もうすでにバラバラでしたね。お父さんに釣られてすやーっとね、寝落ちしてしまったことがね、速攻バレております。ここをごまかすちーちゃんに対して、そっかそっかーってね、流すお母さんがね、とってもお母さん味があってね、僕好きです。このコマ、この笑顔の高木さんの表情がね、めっちゃ好きです。お母さん味溢れてるよね。いやね、とってもね、可愛い。寝起きでまだまだ眠そうなお父さん、あくびをしてね、眠そうなお父さんなんですけども、ここちーちゃんが笑顔でさ、
お父さん、朝起きるの下手ってね、告げるところがさ、無邪気だけど、ぐさっとくるね。いやね、お父さんもね、いつも仕事でね、大変なんですよね。ね、まだわかんないと思うけど、もうちーちゃんにとってのね、ヒーローですからね、お父さんは。まあ少しはね、甘く見てあげてほしいですね。次にちーちゃんはお母さんに対して朝起きるの上手だねって言うんですけど、そんなちーちゃんの言葉にお母さんは、朝眠そうな二人を見るの好きだしって言ってね、からかいます。からかうんですけど、それに加えて、早起きすると得なんだよってね、告げるんですね。不思議がるちーちゃんにお母さんがね、答えるんですよね。そしてもう最後のページですよ。二人が寝てる間に、おはようの挨拶ができるからねって。ここのお母さんのこの仕草もめちゃくちゃ良くないですか？手をさ、顔に持っていくこの仕草、なんかもうすごく色気を感じますね。お母さん味感じますよね。ほんと美人ですよね。そんなお母さんの言葉に、お父さんもちーちゃんも不思議そうな顔をするんですけど、お母さんはね、その後、追い打ちをかけるかのように、おはようの、てん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 ってね、続けるんですね。そのお母さんの言葉を聞いたお父さんは、すぐにピキーンとね、何かを察すわけですよね。鈍感だった西方も、このお母さんの言葉、表情に、さすがにね、察しをつけるわけですよね。もう見る見るうちにね、顔が赤くなって、頬が染まっていきますね、お父さん。ここのさ、お母さんのこの、目線を外しながら言うセリフがね、マジで僕好きなんですよね。お母さん、っていうかもう、高木さんの時からなんですけど、こうやって含みを持たせた言い方をするときって、いつもね、目線を外すんですよね、西方から。こういう癖がね、あるわけなんですけど、本家でもそういうシーンは多々あるんですけど、例えば、エイプリルフールとか分かりやすいと思うんですよね。で、こういう時の高木さんって、往々にして、自分の照れをね、隠してる時が多いと思うんです。ってことは、ここ、もしかして、元高木さんも、多少なりとも、内心、照れて、てん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 、みたいな。そして最後のセリフですね。ちーちゃんの、起きてる時にしないのっていうね、当たり前のね、疑問に対して、お母さんが最後に答えます。恥ずかしがるからね。ってね、ここね、もうカラカラと楽しそうに笑いながら話すお母さんが、もう可愛い可愛い可愛い。もうそれを聞いてまたお父さんが顔赤くしてんのもね、可愛いか。この夫婦揃って可愛いか。なんだよ、二人とも純粋か。早く結婚しろよ。結婚してたわ。可愛いな、もう。いやさっきも言ったんですけど、このお母さんが視線を外しながら、おはようのってね、言ってるのがね、お父さんももちろんなんですけど、お母さんもね、もしまだおはようの行為に照れがあるのだとしたら、なんと尊い夫婦でしょうか。そして西方はまだ恥ずかしがるか。いやー、もうね、間違いなく、おはようの後に続く言葉はね、もう全員分かってはいるんですけど、元高木さんの前の話で、行ってきますの時も、なんかね、お母さんがせがむね、シーンがあったと思うんですけど、お母さんもね、もう未だにもちろん西方のことが大好きだから、もう断るごとに、そういうことをね、もうね、せがむわけなんですね、きっと。もうなんて可愛らしい。とんでもないか。で、以上がね、本編の話なんですけど、いわゆる今回これは、西方家のモーニングルーティンみたいなもんだと思うんですよね。前回の273話のお風呂上がりはナイトルーティンがね、描かれていたと思うんですけど、今回はそれに対比してのモーニングルーティン。ってことはよ、もしかすると元高木さんはこうやって早起きをするたびに、お父さんとちーちゃんに対しておはようのをね、してると思うとさ、やばくないですか？やばくないわけないんですけど、いやだから今回この話が描かれたってことは、もういつも元高木さんがお父さんに対して、ちーちゃんに対してもそういうことをしているっていう事実がもう尊くないですか？いやもうこれ二人がしっかりちゃんと覚醒している時にさ、もしキスするとかなったらさ、いつもどんなリアクション取ってるんだろうね。いや先週も言ったんですけど、本当に最高の日常ですよね。極上の幸せがここにあると言ってもおかしくないと思う。マジで幸せの原点ですよね。原点にして頂点感ありますよね。前回に引き続き今回も王道すぎて
本当にちょっとね、最終回がよぎりましたわ。もうね、破壊力がありすぎてさ、だってもうからかい上手の高木さん、元高木さんっていうのはやっぱり日常を描いた、からかいを描いたすごい尊い作品だからさ、ここまでの王道をド直球にぶち切られちゃうと、ちょっとね、ざわっとしちゃった。いや、まあもちろんね、終わらないんですけど、いや、それぐらい破壊力のある、めちゃくちゃ尊い話でしたね。めちゃくちゃ珍しくないですか？高木さんにしろ、元高木さんにしろ、破壊力があればあるだけ、なんか、ざわっとしちゃうっていうのが欲しいけど見たくないみたいな。いや、僕だけなのかもしんないけどさ、それぐらい今回の話は本当に破壊力がありましたよね。まあね、小回りのおかげで、ね、肝心のところは見れませんでしたけど、元高木さんがお父さんとちいちゃんに対して、早起きのおはようのキスをしていたっていう事実はね、本当に尊くて仕方がない神回だと思いました。というわけでいかがでしたでしょうか？よかったら皆さんの感想もコメント欄でお聞かせいただけると嬉しいです。というわけでよかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。数字でした。じゃあねー。